再撮影開始。皆様こんにちは。 YouTube クラシック音楽道場ご覧いただきありがとうございます。こちらに書いてあるかな、 YouTube クラシック音楽道場でございます。こちらは前回に引き続きバッハのインベンションの、和声解析の動画というふうにしていきたいと思います。こちら楽譜にあります通り、ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲のなんだこの名前はと、インベンション4番じゃなかったかしらと、ここに書いてあるのはプレアンブルム2番と何のことでしょう。前回の動画をご覧いただいた方はお分かりだと思いますが、私のこちら使用楽譜はインベンションそのままではなくて、その前の、初期項っていうのかな、それはですね、クラビア・ビュフライン・フィア・ウィルヘルム・フリーデマン・バッハと、ウィルヘルム・フリーデマン・バッハのための音楽帳ということで、ヨハン・セバスチャン・バッハの、長男ウィルヘルム・フリーデマンのために一冊こしらえたっていうのかな、その、長男ですね。きっと一生懸命バッハが、お父さんが教えようとしたんでしょう。その順番によりますと、この通りインベンションでは、4番となっている二単調 D モールの曲ですね。楽譜面で分かりますか。1枚ペラってめくると、元に戻すと、このプレアンブルム1番2っていうのは、これは2世のっていうことでしょうね。この通り、ハチョウチョツェドゥアの、先ほどの、曲となっているわけですね。これを1枚めくると、本当に2番がこのインベンションでいう4番になっているという、この譜面のね、めくった具合、この真実というものを一つ取っておくのも、面白いかなと思って、話しております。私の動画はきっと長くなるでしょうから、下の方のここの概要欄に目次キャプションといって、何分何秒のところに、どういう内容のことを喋ってるか、目次のように、作ってありますので、どうぞそちらもご利用くださいませ。そしてなるべく、余計なこと言わずにコンパクトに、今日は短時間を目指してやってみたらいいかなと思っておりますので、分かりにくいことがあったら YouTube の巻き戻し機能とかを使って、聞き直したり、そういう使い方もしてくださいませ。ではやってみましょう。インベンション4番二単調 D モールのインベンションです。もうね、転調しちゃってるんですけれど、というわけでもうさあ始めましょう。和声解析調整についての勉強です。調整だけじゃなくて和声もだけど、和声を勉強するにあたって、やっぱり一番その土台として分かっておくべきことは調整と言っていいのかな。もう当たり前のことですが、でもちゃんと説明すると、レの音が第一音主音となっている、フラット一つの調合の単調であるということで、これはもう D モール二単調の音楽であるというふうに言って差し支えないでしょう。そして早速ですが、当クラシック音楽道場では246和声解析法という、音楽の抑揚を書き出してみようとする、そういう方法をとっております。というのは、もうこれ分かりやすいんですけど、この主音のレから数えた第2音がミの音、その次第4音がソの音で、第5から第6音がシの音というふうになっているわけですね。そしてこの曲面白いというか分かりやすいのは、このレミファソラシ一気にシの第6音まで
駆け上がってはドンとドシラソファミってこの弦7度の音程というのが、よく非常にドラマティックであるというふうに言われたりもしますが、もうこの上に向かってる折り返しの音と言っていいのかな、ここに第6音がある。一つこれを6というふうに書き出してですね、でまさによくインベンションの音楽性というのかな、こういろいろ抑揚が書いてあったりする楽譜もあると思いますが、バッハ自身は抑揚ですね。音量やあるいはクレッシェンドデクレッシェンドというものは、全く、楽譜に書くことはなかったのですが、それはまあオルガンっていう楽器だったりチェンバロっていう楽器にはそういった抑揚は、音楽的なそういう音量の差っていうものは出せない、そういうことが関係しているのかしら。でもまあフォルテとピアノっていうのは書いたりすることはあるんですけれど、ただまあとにかく、バッハが書いてないクレッシェンドでもそれでも音楽性として今日の我々がこのバッハ自身が、言ってます。このインベンション2世とあと3世のシンフォニアを通じてカンタービレを得得してほしい、それを習得するためのお勉強ということで、カンタービレ歌うようにっていう時にこの1の音から始まって6の音を目指してクレッシェンドをするという音楽性というのは、これは本当に書き出してよろしいのではないかと。このクレッシェンドの、理由としてはこの頂点に第6音があるという説明をしてみたかったわけです。でこのシドシラ、このシフラットドシャープっていうこの音程が危ない弦7度というね、そういう音程になっている。それが非常にドラマティックであると。じゃあどうドラマティックに演奏するかというのは、ここは私考えることがあって、ちょっと先に行った時にこの説明になると思います。今のところちょっとこのまま置かせてください。盛り上がってで弦7度があって降りてきた時、これも左手同じですね。盛り上がってで降りてきて、はい、盛り上がる方先書いちゃいましょうか。この3小節目の左手も同じく6音に向かって盛り上がっていきましょうと。で、はい、降りていくことに関する音楽性を和声解析してみますと、どうしようかな。ドシラソファミミ。このドシャープという音というのはデモールにおける1234567第7音ということになるのかな。そしてこの第7音というのは名前のついている音で、日本語で言うと分かりますか？漢字2文字。ドシャープは何かというとドーンというこういう、名前がわざわざついている音です。ちょっと見えにくいかな、大丈夫かな。ドーンっていうのは苦節はいかないけどレという主音、始まりが主音でしたね。この同音っていうのは主音へと戻りたいという、そういう性質を持っている音と言えます。でこの同音を含むウラソファミミソシララドミソシラ、コードネームも使っていきましょうか。どうしようかな。こういうこの単線律からラドミ和音を探し出すというのも、これも非常に大事な音楽の勉強方法だとは思いますが、ラドミソシというのは A7 9th でカッコマイナスって書いておこうかな。ラドミソシ、この高い9音だと蝶々っぽく聞こえちゃうんです。ラドミソでも低い、単9度の音のしてるこの
俗句の和音っていうのはまあ単調ならではの音というふうに言ってよろしいでしょうか。セブンナインスでありレミファソラ、まあ、始まりというのはデモルのレファラの D マイナーという、私は小文字で単調を書くのが好きなのですがね。でこのコードネームを書いた上でこれを今度は和声として説明しますと、この主音に始まる手話音レファラーというのは、カタカナで言うとトニカ、ドイツ和声って言っていいのかな、で書きますと単調なので小文字の t と書いて、はい、で和声だと分かりやすくするように私は両角付き括弧するようにしておりますが、トニカに始まって録音まで盛り上がって、このドミソシラドミソシの和音というのは同音を含む、ね、このラの音、もしこの、A7 ナインスの根音はラという音になってるわけですね。するとこのラという音は1、2、3、4、5第5音というふうになる。ゆえに5度の和音、5の和音の属七属句と、それをドイツ和声で言うとドミナント。ドミナントの7級という和声であるというふうにまあ言ってよいかなと。もうこの同音というこの音があるのは、トニカでは絶対に出てこない音。もうドミナントならではの固有の音っていうふうに言っていいのかな。ドシャープがあるからこそこれはもうドミナントという音楽性が非常にあるんだなというふうに見て取ることができましょう。そしてでファラレ、もう次も両手揃うといよいよレファラというね、たった2声ですが和音としてより聞きやすくなってくるかな。 D マイナーのレファラの音が、見て取れましょう。面白いなと思ったのは、まあ左手ももちろん主音で始まるんですけど、今和音に固有の音っていうことをちょっと言ってしまったんですが、このファ123音っていう音もこれもトニカにしか現れない音っていうのかな。この第3音、これがあることでもうこれ間違いなくトニカであるというふうに、言うことができるのかな。今の話必要だったのかな。とにかく何が言いたいか、ドミナントから一応トニカへと落ち着きを見せている。一応ちゃんと進むべき方向に進んで、やっぱりトニカだったんだということで、このドシラソファミファと降りてくるに従って、やはり、このね減衰していくデクレッシェンドを書き出すことはやはり非常に音楽的な理にかなっているということをくどくどと説明いたしましたが、最初が肝心、あとはどんどんこれを応用してどんどんいけるはずなので、いかがでしょう。でもう一個説明すると、トニカとドミナントでトニカに落ち着く、ここでおしまいになってる前終詞っていう言葉を私はよく使うのですが、この曲の場合8分の3拍子で割と速いスピードで、テンポで動く曲に思えるので、ここでおしまいになったっていう前終詞って言葉を書けないんですね。これ私何日も迷ってたんですけど、前終詞ではなくてもう先へ動いていずれこうね休符で右手が止まるとき、こういうときにはなんとか終止っていうことをね言葉を使えると思いますが、このあたり休符がなくてもう無弓道に進んでいくので、ちょっと終止形を書くことはね諦めようかな。
言ってるそばからあれなんですけど、ドミやれだこの右手のな、ソドミ、これも同じことでトニカドミナントで、また同じようにメロディーが始まるわけですけれど、年代1音から6音に盛り上がってということですね。この8分音符のおしまいドミナントの、もう一回書いておこうかな。ラドミソシ、まあドミナントシララドミソシまであるから属七属九っていう書き方もしていいかな。で左手も同じようにシラソフォミファレファラトニカへと落ち着く、まあ同じような抑揚があると言っていいのかな。そしてこの8分音符で終わって一回ブレスを取ってレミファソラシドシラソ、もう一度テーマが始まるっていう、このドミナントの終わりをちゃんと半周しというふうに感じてもいいのかもしれない。ドミナントで盛り上がってですね、まあ一瞬のことなので、ドミナントの和声であるということをまあ感じてみましょうというふうに言うのでいかがでしょう。もうとにかくドミナント、とにかくドミナント、まだ続くのか。もう一個だけ言っておくことがあった。録音に盛り上がって右手がちょっと気になりますのが、この降りてくる音、この4小節目の頭のソの音っていうのは1234、実はデモールの主音から数えると第4音という風になるのです。なのでこの音というのは実はファラトニカの次のドミナントラドミソ属7の音ではありますが、主音から数えると第4音という風になる。なので246和声解析としてはこの音にちょっと大事な抑揚というものを感じてみるといいかなということで、いよいよねこの折り返しのところが両手ともに大事になってくるという。左手はこの第6音を目指していいかなと。で右手の第4音をちょっと大事にしてドミナントで終わって先行きますと第6音からなるほど。で左手も同じことが言えるのかな。左手の場合は右手とちょっとずつ音が違うのですが、ミ、このレからミに降りた時の音、このミの音というのは主音でから数えた時の第2音というふうになる。なので、はい、まあ246、この音にも抑揚を感じて良いのかなと。で、同じようにドミナントからトニカ音程悪かったかなそうですね、やっぱり書くかな。ドミナント7も9もあるっていうことでいいのかな。ドミナントとにかくもう12小節3456と、まあしつこいんだけれど同じようにこの音楽性が提示されているわけです。いきましょうか。6音と4音、6音と2音というトニカからさあ、なんかかっこいいですよね。素敵ですよね。なんででしょう。ここにあるのは